こんにちは、月島です。iPhone 14 Pro を注文開始日に予約して約1ヶ月経ちました。やっと届きましたので、開封レビューをしていきたいと思います。カラーは4色の中から今回はシルバーを選びました。ストレージは 128GB です。目次です。開封と内容物の確認、購入したアクセサリー、主な特徴と仕様、iPhone 14 Pro Max とサイズ比較、1日使用して気になったところ、写真と動画を撮ってみた。最後にまとめと次回予告です。それでは開封していきたいと思います。パッケージの正面は iPhone の絵が盛り上がっていて立体的に見えます。裏面には内容物などが記載されています。iPhone 本体です。SIM ピンと簡単な説明書、ステッカーです。充電用のライトニング USB-C ケーブルです。内容物は以上になります。購入したケースと液晶保護ガラスです。ESR の柔らかい TPU 素材のケースで、カラーは透明なものを選びました。今まで使用していた iPhone 12 Pro でいくつかケースを試しましたが、結局はシンプルな TPU ケースに行き着いたので、今回も最初は同じものを購入してみました。ケースは別の動画で開封して装着します。いつもはニマソというメーカーの保護ガラスを購入するのですが、今回は別のメーカーのものを選んでみました。理由はカメラ部分のフィルムもセットになっていたからです。iPhone 14 Pro はカメラのレンズ部分がとても大きくて厚みもありますので、今回は保護するフィルムがあった方が良いと思いました。こちらの商品は液晶面の保護ガラス貼り付け用にガイド枠も付属していますので、貼り付けしやすいと思います。今回からディスプレイの常時表示が可能になりました。時間が経つか電源ボタンを押すと少し暗くなった状態で表示されます。ただ、常時表示させるとバッテリーの減りが早くなると思われます。また、最新の iOS16 から壁紙の設定方法が変わり、ウィジェットの配置などが可能になりました。iPhone 14 Pro はディスプレイ上部のノッチが廃止になり、フロントカメラがパンチホールタイプになりました。ダイナミックアイランドはそれを隠すアイデアで、使用するアプリによって動きながら情報が表示されます。とても面白いアイデアだと思いました。衝突事故検出、フォトニックエンジン、A16 バイオニックチップ、ピーク高度2002と屋外、カメラの解像度が48メガピクセル、iPhone 13 Pro より 65% 大きいセンサー、動画撮影機能の向上、24fps や 30fps の 4K 映像に対応、フロントカメラがオートフォーカスに対応。iPhone 14 Pro Max と並べてみると、このようなサイズの違いがあります。パッと見たデザインは変わりませんが、ディスプレイサイズの違いは 6.7 インチと 6.1 インチです。裏側はこのような感じです。iPhone 14 Pro は Pro Max と比べるとカメラ部分の存在感が大きいです。今まで使用した iPhone 12 Pro と比べるとこのような感じです。全体的なサイズはそんなに変わりませんが、カメラ部分のサイズが大きく違います。また、カメラ部分の出っ張りもだいぶ違います。
電源ボタンの位置が iPhone XII Pro より下に下がっているのが気になりました。スクリーンショットをしようとして電源ボタンと音量ボタンを同時に押そうとすると指がこれだけずれます。iPhone XII Pro はそんなにずれないので押しづらいと感じることはなかったです。画面の常時表示は私には馴染まなかったのでバッテリーの持ちを優先してオフにしました。画面が表示されている iPhone を見かけると電源が入っていると勘違いして気になってしまうようです。また iPhone を使い終わって電源ボタンを押したのに画面表示が消えないのにも違和感を感じました。ダイナミックアイランドの動きは面白く良い機能だと思うのですが、メモやブラウザなどの白い画面をスクロールするときに以前のモデルのノッチと比べるとサイズが大きく感じて意外と存在が気になります。ホーム画面やアプリなどが iPhone XII Pro よりだいぶヌルヌル動きます。ディスプレイの進化を感じて使用していて良いと思いました。iPhone XIV Pro は基本的なデザインやサイズは iPhone XII Pro からほとんど変わりません。ただカメラ部分はだいぶ大きくなりごつくなったという印象です。また性能面において基本スペックの向上があるのはもちろんですが、私の普段使いに限定して見てみるとこれまでの iPhone との違いは常時表示ディスプレイとダイナミックアイランドとカメラ性能の向上という3点です。これらの機能に魅力を感じた場合は iPhone XIV Pro は良いスマートフォンだと思います。次回は iPhone XIV Pro 用に購入した液晶保護ガラスフィルムを貼り付ける様子を動画にしました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。